紫式部が源氏物語をかけた秘密。光る君へに学ぶ日本史。育った環境がすごかった。紫式部は平安時代に源氏物語を表し、1965年にユネスコの世界の偉人に日本人で唯一選ばれた女性である。なぜ1000年以上も前に彼女は世界文学の最高峰ともいえる源氏物語を書けたのだろうか。彼女の育った環境と家系を詳細に調べてみると、その秘密が明らかとなってくる。紫式部が源氏物語を書けた秘密を詳しく見ていこう。紫式部は973年天元元年頃、父藤原為時と母藤原為信の娘の長女として生まれた。ドラマなどでは為時は長く官職がない中級貴族で、家は貧しかったという設定となっている。しかし前回の動画紫式部の給料はでも判明したように、平安時代は中級貴族でも庶民の100倍以上の収入があるなど、とても豊かであった。さらに紫式部の家系を遡ってみればびっくりである。彼女の家柄はもともとは公卿に上る家系で、父方の曽祖父である藤原定方は従二位で右大臣であった。同じく曽祖父の堤中納言藤原兼助は従三位で権中納言となっている。また母方の曽祖父藤原文則も従二位で中納言であった。さらに曽祖父の定方は和歌に秀でて、古今和歌集や小倉百人一首にも歌が選ばれている。もう一人の曽祖父兼助に至っては36歌仙にも選ばれるほどの歌人であった。祖父や父の代になって頭領階級になっていたが、父親の為時も出世には恵まれなかったが、優れた詩人であり歌人である。また紫式部よりは少し劣ったと言われる弟の信則でさえ、御周囲和歌集以下の直線和歌集に和歌10首が採録される歌人であった。紫式部が幼少期に育ったのは、平安京の東に接した曽祖父堤中納言の大きな邸宅であった。現在邸宅跡は京都市上京区の紫色の桔梗の寺として有名な魯山寺の境内となっている。鴨川の近くの自然あふれる恵まれた環境で紫式部は幼少期を過ごし、家には土佐日記を書いた紀貫之なども訪れたという。紫式部はこの邸宅で子供を産み育て、また源氏物語を執筆した。これは平安時代当時の紫式部の邸宅の位置を示した地図である。紫式部の邸宅は道を挟んで土帝殿とは斜め向かいであることに注目していただきたい。土帝殿は藤原道長と結婚した源知子の実家である。当時は妻どい婚で、道長は知子と結婚すると、この豪華な神殿造りの大邸宅に住んだ。この付近は上級貴族も住む高級住宅街だった。紫式部は道長の
土帝殿と変わらぬほどの大豪邸に住んでいたのである。また紫式部は智子とはご近所同士で、しかも鳩子同士であり、道長とも姻戚関係にあった。彼女が道長や智子と親しくなるのも当然であった。やがて道長と智子の長女彬子は一条天皇との間に二王子、後のご一条天皇とご朱雀天皇を生む。一条天皇が彬子のもとに通うようになったのは、紫式部が女房になって源氏物語を書いてからだと言われている。文学好きの一条天皇は最初は源氏物語を読みたいために彬子の部屋に通ったのである。紫式部の育った大邸宅には源氏物語を書くために参考にした漢文などの書物が山のようにあったという。紫式部が源氏物語を書けた素養はすでに彼女の少女期には築き上げられていたのである。紫式部は少女期に曽祖父などに連れられて源氏物語の舞台となる宇治や須磨を訪れている。そして宮中に上がるはるか以前からすでに源氏物語の構想を練り書き溜めていたのだ。紫式部が源氏物語を書いた理由は、夫信孝の死の悲しみを紛らわすためだとか、道長に頼まれたからだという説がある。しかしそれらはあくまでも彼女の幼少期から温められてきた才能があふれ出るきっかけになったに過ぎない。源氏物語は全部で54兆もある壮大な物語だが、桐壺から須磨までの12兆は宮中に上がるまでにすでに書き溜められていた。そして姻戚関係にあった藤原道長と智子が紫式部に彬子の女房になるよう依頼して、当時は貴重であった多量の紙と筆などを用意した。源氏物語は紫式部の才能と彼女の恵まれた環境がピタリと一致した結果、奇跡的に完成する。以上が紫式部が源氏物語を書けた秘密である。彼女は一心不乱に源氏物語を書き上げ完成させたが、そのため宮中にはあまり顔を出さなかった期間もあったという。ところで苦労して書き上げた作品だが、残念なことに紫式部直筆の源氏物語は現在全く残っていない。我々が今目にしているのはすべて写本で、書き写される段階で誤字や脱字が発生したという。そのため文体などが変化して、女性の紫式部以外にも男性の作者がいたなどの学説も唱えられた。しかし彼女以外の別の作家が書き換えた玉石混交の作品が1000年以上にわたって読み継がれるであろうか。細かな点は書き加えられていたとしても、大綱においては紫式部の構想はそのまま生きている。だからこそ源氏物語は現在も全世界で読み継がれているのである。それが証拠に、ヨーロッパでは女性作家が現れるのは19世紀になってからである。いかに紫式部が先見性に優れた女性であったかが
わかる事例だ。紫式部の歩んだ道をたどれば、彼女以外に源氏物語を書き得なかったことがわかるのである。